こんにちは。おっすおっす。スーパーロボット対戦30縛りプレイ、やっていきます。縛り内容はスーパーエキスパートプラス、改造、精神コマンド、パイロット養成に一部の縛りなどなど。詳細は概要欄を確認するか、#0の動画をご覧ください。ということでだいぶ今更になりましたが、明けましておめでとうございます。2024年は年始めから色々とバタバタとしておりますが、今年も1年、動画投稿やら配信やら頑張っていきますので、よろしくお願いします。なおやりたいことが多すぎる1年になると思いますので、多分色々やると思う。ということで前回のおさらい。2023年の最後は、アムロを引きこもり先のシャイアンから引きずり出しました。その際初代ガンダムを持ってきましたが、まあさすがにパワー不足。アムロのパイロット性能とも絶妙に噛み合わないので、その辺に転がってたフルアーマー100式回あたりをパクっておきましょう。ちなみにアムロ同様クワトロも撃墜数を上げることで隠し機体のフラグになってますが、その機体を入手するためには、夜長短期で2ターン以内にガザ C を3機撃墜するとかいう無理条件もついてくるので、シャアは放置です。まあその機体も後で勝手に手に入る。というかアムロの機体乗り換えのステージで強制的に手に入るんでね。まあガン無視です。ということで今回向かうのはアフリカ、カイロです。間違えた。インドはもうちょっと温存。どうやらアフリカでは機械銃が盛んらしいです。生産プラントが起動してるらしいのが原因みたいですね。そしてそれに向かっているのが第5次機械銃調査隊。そこにどうやら戦闘のプロこと剣哲也さんがいるらしいです。ちなみに龍馬は哲也さんにも鍛えられてたみたいです。哲也さんに鍛えられて、龍馬に鍛えられるとかただの地獄。よく無事でいられたな龍馬。まあ機体サイズも8倍高の大きさになってたみたいですからね。代わりに棍棒の音がえらい軽くなってましたけども。カブトコウジと愉快な仲間たちとかやってた頃のコウジくんは一体どこに？昔からそうだったなら愉快な仲間たちはやらないんだよな。ということでまずは出撃です。今回は工事の17式が強制出撃で、重機出撃可能。とりあえず上からバーッと選択したら、残り1機です。いやさすがにパープル2は出撃させておきたいので、誰か抜こうか。ということでウッソを抜き、H か D かの選択。このステージは敵の都合上、射程4以上から攻撃できるかどうかが割と大事なので、ここはエッジのヒュー聞けばインサーティを出撃させておきます。実は新マジンガー衝撃 Z 編の頃にも出ている登場回数の多い機械銃。機械銃は出番の落差が激しいです。この二人工事のこと理解しすぎである。これが少年時代を共にした戦友同士ということなんでしょうね。好き。ということでシナリオスタート。敵は機械銃。いるのはガラセクト V2 とジェイサー J1 です。
ガラセクトはともかく、ジェイサーは前回のタイターン同様ボス扱いの機械銃。武装の開口戦は火力が5000超えと非常に攻撃力が高いです。というか命中プラス40ってなんすか？タイターン同様、割とエグい性能をしています。ただしあちらとは違い、機体サイズは 1L なので、タイターンほどのヤバい攻撃力は出なさそう。あとは射程が長いのが気になるところです。とりあえずまずはガラセクトとの戦闘です。ガラセクトは射撃武装のアックスビームしか持っていない機械銃なので、防御シールド持ちのローズ3を突撃させて様子見していきましょう。底力発動していけば全部防げるはず。これぐらいのこと、いつも通りなのな。ピンチをチャンスに変えていこう。機械のけだものに負けてらんないのら。よーし、それ。突っ込むぞー。うわりゃあれ、さっきの敵どこら？思った以上に痛い。まあでもこれで半分ぐらいの HP にできたので、次はもう少しダメージが減るはず。その後は HP ミリ状態底力で完全に防いでいきましょう。ということでガラセクト。こいつは武装のアックスビームが射程4までしかないので、とにかく射程外から攻撃するとだいぶ楽ちんに倒せます。前に南原コネクションで戦った時はこっちから突っ込む展開だったから、射程外から攻撃するのも割と大変でしたが、今回は間違え。敵を射程外に捉えて攻撃していくのなんてわけないです。さて玉木のローズ3は自分から被弾しに行き、残り HP627。ローズ3の元の HP が6700なので、これで 10% 以下。底力フル発動です。玉木は底力レベルが現在8あるので、最大で全被ダメを 0.2 倍にしてくれます。つまり射撃を2000防ぐ防御シールドを割るには、約1万ダメージ必要ということですね。さすがに硬い。なお弱点は射撃しか防がないので、格闘武装で攻撃されることとバリア貫通です。このステージみたいに敵が射撃武装しか持ってないと本当に使いやすいですね。さて今回は獲得経験値が倍増するマニュアル EXP を J デッカーに装備させています。どのくらい出番がしっかり用意できるかはわかりませんが、なるべく敵を落としてレベルを持っていきたいところ。なお撃墜数はブライトに取られる。ブライトのエースボーナスが最優先だから仕方ないね。ブライトは後々エースプラウド当たりつけてもいいかもしれない。撃墜数50機で済むのは意外とありがたい。まあ特殊技能枠があるかは微妙なところですが。死んだはずだって言ってるのにその辺触れないあたりマジンガー Z。で、結局なんで復活してんのこいつ。悪い子は夜、アシュラ男爵にさらわれる。恐怖の対象ではあるんだけど、そんな子供のしつけに使われるのかアシュラ。
昔から美味しいところに出てくる人です。グレートもそうだけど、マジンガー Z も大概ですけどね。そういうもんなのです。これほどのロマンはない、みんな大好き展開です。そしてもう一機の17式には四郎が乗っています。浩二の弟のこの子ね。いやお前誰だよレベルで変動を遂げています。10年ってすごい。そういえば未経ネ人でしたねアシュラ。新マジンガーではその命と引き換えに未経ネを復活させたりしてましたからね。ということで再開です。敵増援でアシュラ、味方増援で哲也さんと四郎です。なんとこの哲也さん、見切りがレベル3もあります。強い。直感などを持ちつつも、使わなくても命中率を上げられるキャラです。なんていうか普通に優秀。そして四郎は一旦置いといて、アシュラです。エースボーナスは出撃時気力プラス30。おかげでいきなり気力が135あります。そして武装はアシュラコンビネーションのみ。攻撃力が高く、カスタムボーナスのせいで走行ダウンなどもしつつ、バリア貫通もしてきます。さらにこいつも命中がプラス40です。なんなの。しかもアシュラが指揮官を持ってたり、底力と見切り、ガードを持ってたりと。とにかく優秀、万能。アシュラお前こっちの部隊に来ないか？パワーアップしたのはお前たちだけじゃないぞ機械獣。こいつで落ちろ。必殺パワーサンダーブレーク。してもこの程度か。さてグレートマジンガーですが、とにかくこの移動後に使用できるサンダーブレイクが便利です。射程が2から4と使いやすい射程をしており、攻撃力も6000と非常に高い。さらには必要気力は110ととにかく低い数値なので、序盤からバンバン撃つことができます。弱点としてはとにかくエネルギー消費が大きいこと。何も考えずに攻撃してたら速攻でエネルギーが切れます。一回一回の消費エネルギーが多いので、エネルギー回復系というよりプロペラントタンクとか持たせたいところですね。ということでなんかやたらと遠いところで陣形を取った浩二、哲也、四郎は戻ります。敵ターンにガラセクトからある程度攻撃されそうなのがちょっと怖いところ。玉木あたり突撃させておいて狙いを分散させるか？まあひとまずは周囲にいるガラセクトを減らしていきましょう。とにかく反撃を食らわないように射程外からの攻撃徹底です。というかなんか今更なんだけど、命中率がだいぶ安定してますね。敵機械獣が底力を持っていない。間違いなので指揮官範囲内で戦えてる。これらがあるからなんでしょうが、平均的に命中率が 60% ぐらいはある気がします。アムロとかさっき普通に 93% とかあったからな。やっぱあいつ化け物かもしれん。敵の攻撃を避けるは厳しいかもしれないけど、当てるという一点に関してはアムロ最強説ある。まあ気力が足りなくてビームキャノンしか撃てないんですけどね。フルアーマー100式械のロングメガバスターが地味に気力110必要なのストレス。ということで味方増援のもう一機、兜四郎と17式について軽く触れましょうか。まず四郎なんですが、割と強い。底力、見切り、ガード、闘争心というようなものはあらかた持っており、
覚える精神コマンドも根性不屈必中加速気合熱血と、なんというか、ザ、王道スーパー系って感じの性能。とにかくできないことがない。そんな感じ。押村区は特殊技能のレベルがどれもちょっと低いことと、現在の初期状態で必中を覚えていないこと。必中は習得レベルが15なので、もうちょっとかかりますね。特殊技能のレベルに関しては、底力が5なのがちょっと気になります。ですがまあ一番の問題はこっち。四郎の登場機、17式です。ご存知量産型マジンガー Z って感じの機体。工事が今乗ってるのと同じやつですね。一応四郎の機体はカラーが少し変更されてます。工事の機体との最大の違いは、修理装置持ってないんですよねこいつ。17式は決して弱いわけじゃないんだけど、とにかくパワー不足。全体的にあと一息足りないって感じの、量産型って感じの性能をしています。そこから修理装置がなくなったらどうなるか。まあぶっちゃけ弱い。器用貧乏の機体に器用貧乏のパイロットが乗ったらどうなるか。それはもう完璧で究極の器用貧乏になります。ということで四郎くんはまず機体を乗り換えてきてください。はい。哲也さん、なんとパパになります。カブとシロウの生き様を見せてやるぜ。ブレッドファイヤー17式の頑丈さもなかなかのもんだろ。これが火の神神楽、火の呼吸、ブレストファイヤーですか。色合いと声的にどっかの長男が呼吸を使ってるように見えて仕方ない。ということで先ほど四郎が戦闘前に言った通り、なんと純さんは赤ちゃんを身ごもっています。マジンガー Z インフィニティでは哲也さんと純さんはすでに結婚済み。あのブレストバーンってやる気の抜ける声で攻撃していた頃の純さんはもういません。とどめよからのとどめよは何回聞いたことやら。援護グレートブースターにはお世話になりました。ということでマジンガー3人衆がようやく戻ってこれたので、続けてガラセクトの数減らしを実行中です。やってて思うのは、最大射程4と5の差って大きいなってこと。グリッドマンしかり、レイアースしかり。射程5まではいい感じに攻撃できるけど、みたいな機体が意外といるので、この辺が射程外から攻撃できるか否か、敵の殲滅速度と火ダメ管理にだいぶ関わってますね。おかげさまで今回のステージではあんまり修理が間に合わないって場面に出くわしてない。なんならさっき J デッカーがわざと被弾しに行ったぐらいには。そしてお気づきでしょうか。なんと今回、自前の必中だったり、集中だったり、そもそも精神コマンドを使ってなかったりで、攻撃がしっかり命中している関係から、なんとサポーターをほぼ使用していない。ただあまりかましてる上でまだ使う必要ないなってなってるのこの縛りで初めての経験。量産機に攻撃が当たるのがこんなに幸せなことだったなんて、思いもしなかった。ということで手前にいるガラセクトを全滅。あとはローズ3が引き連れてる動きのガラセクトと、向こうにいるジェイサーとアシュラです。玉木が全部引き連れてくれてて助かる。射撃武装だけなのでガラセクト相手に玉木がこれ以上食らうことはないですが、ジェイサーとアシュラは話が違う。ジェイサーは武装が射撃属性なので、ワンチャン防げるかもだけど、アシュラに関してはそもそも格闘属性だし、なんならバリア貫通持ってるしなので、アシュラが近づいてきたら即逃げしましょうね。なんなら敵がアシュラだけになったら戦艦に避難するまである。とりあえずアシュラとジェイサーがこっち来る前にガラセクトを全部落としておきたいですね。反撃でしっかり削って、次ターンで落としに行きましょうか。なんか戦艦ばっかり狙ってくれるから助かる。今回ブライトとコウジ君が敵を落とす機会が多くてホクホクです。
ブライトのエースボーナスもだけど、工事のマジンガー Z 乗り換えも早いところなんとかしたいね。アムロはフルアーマー100式回とか V ダッシュとかに乗り換えればいいみたいな話はあるけど、工事の場合はそういうわけにもいかないので、まあ早めにやっときたいところ。修理装置1機消えるし、素人でも乗せるか。あの頃より進化しているとしても照準を合わせるまでもない。行け！しっかりと機械獣相手に専用セリフがあるアムロ。まあ10年前当時に戦った相手でしょうからね、機械獣。そして機械獣相手とはイエスの状態で 83% の命中率を出すテンパー。距離も離れてる敵相手なので、命中率下がってるはずなんだけどな。なんというか、ヨナとかウッソとの差を感じました。底力がなくてもやれるやついる説出てきてます。援護防御もできて援護攻撃もできて指揮効果もある戦艦の横がアムロのベスポジな気がする。ブライトに援護防御持たせてアムロが V ダッシュ乗った方がいいかなこれ。次のステージあたりで考えておきましょう。アムロの出番があるステージが来るかは置いといて。ということでガラセクトは残り3機とも HP が減っているので、このままちゃちゃっと落としてしまいましょう。なんか本当に今回のステージブライトチャンスが多いんだけど気のせい？撃墜数がゴリゴリ稼げますねこれは。ちなみにブライトはレベル40になることで、特殊技能、艦隊式も覚えてくれます。この技能があると、指揮官の効果がプラス 10% される上に、効果範囲全部が指揮官効果最大になるとかいうヤバいものなので、ブライトは撃墜数だけじゃなくてレベルもしっかりと上げていきたい。しかしブライトよ。お前スパロボ V では初期状態で持っていたのに、どうしてスパロボ30ではレベル40も必要なんだい？最初から艦隊式持ってたらブライト最強だったんだけどな。ということで雑魚のガラセクトを全機撃墜。残りはジェイサー J1 とアシュラだけです。アシュラが出てきた時にさらっと勝利条件がアシュラ P1 の撃墜に変わっていたので、まずはしっかりとジェイサーを落としていきましょう。お金と経験値は大事です。まあこっちが先に来てますしね。とりあえずジェイサーは射程が長いので、まずは戦艦で雑削り。ボス戦闘ではちゃんと分析を使う。徹底。ということで直感なりを使って攻撃。あれ？ラーカイラムのエネルギーなくなってて笑った。機に乗じて攻勢に出ます。重粒子衝撃砲攻撃用意。了解。重粒子衝撃砲攻撃用意。目標インレンジ。1番2番撃ち方始め。引き続き警戒を。次が来ます。援護だ、急げ。ミサイル発射。てラーカイラムのミサイルがちゃんとあの穴のところから出てるとなんか安心する。あ、ひとまず玉木はジェイサーの攻撃は耐えられるらしいですね。これは朗報。まあさっきも言ったようにアシュラの攻撃は絶対耐えられないので、近づくときは念のため援護防御できる機体を隣に置いておきましょうか。というかよく見たらラーカイラムの隣にパープル2いるやんね。
普通に補給してからメガ粒子砲撃てばよかったわ。まあとりあえずこのままジェイサーを削っていきましょう。ジェイサーも漏れなくパイロットが機械銃なので、底力を持っていません。なのでダメージが減ったりすることがないので、HP と装甲の数値以上に脆いはず。ただしやっぱり攻撃力は高いので、被弾には注意していきましょう。ひとまず今援護防御ができるのはフーちゃんぐらいのはずなので、HP が減ってるローズ3、グリッドマン、コンバトラーが近づくときはカバー入れましょう。敵ターンに狙われて、積んだ無理ってならないためにもね。ついでにグリッドマンの HP は修理で回復させておきます。そしてここまで精神コマンドを温存できていたので、いつも割とカツカツでボス戦に直感がありませんってなってるエッジさんもまだ余裕があります。雑魚戦に余裕が出ることで、続くボス戦でもアドバンテージが生まれてます。さてなんだかんだでジェイサーの HP は残り半分。やっぱり割と脆い。HP3 万7000もあるんだけど、もりもり減っていきますね。一発一発で5000ちょいとか出たりするからね。これが底力の有無だって感じ。でも反撃めっちゃ痛いんで勘弁してください。普通に5800食らうのは痛いて。ザーカイラムだからまだまだ余裕。みたいな空気感あるけど。これ普通の機体が狙われたら大惨事だな。気をつけます。そしてなんか来ました。火力高すぎて防御しなかったら普通にワンパンされるんだがアシュラ P1 と力比べをするつもりか。この攻撃からは逃げられんぞ。死ねやるじゃねえかアシュラ。だがそこまでだ。いや痛すぎはロタ。防御して4400って、何？しかもこいつはタイターンみたいに機体サイズがでかいから攻撃力が高いとか、そういうわけでもないわけで。あれ？これって装甲ダウン効果って次の攻撃からだよね？今のアシュラの攻撃には入ってないよね？この手の効果ダウン系の入るタイミングは正直よくわかってない。とりあえず色々ヤバそうな感じしていますが、まずはジェイサー J1 を落としていきましょう。アシュラの相手はこいつを落とし終わってからだ。アシュラさっき奥の方から工事を狙ってきてたし、工事狙い説がありますね。隣に援護防御置いとけばだいぶいい感じに防げるかも。機械銃出てきたのなら相手になってやる。17式の炎で燃え尽きろ。くそ、機械銃にここまでやられるとは。ジェイサー J1 を以前倒した時は、マジンガー Z の強化型ロケットパンチで落としたことからさっきの会話ですね。ちなみにロケットパンチを粉みじんにするとか色々やったんですが、マジンガー Z が整備限界だったりロケットパンチの耐用年数が過ぎててやばいとか色々あった模様。ところでロケットパンチの耐用年数って何ですかね？こんな物理的にぶつけるものの耐用年数とか言われても困る。少々荒っぽく行かせてもらうぜ。焼き払えブレストバーン。
俺は少々荒っぽいぜ。声が関俊彦さんになった関係で、なんか冷静系キャラっぽく聞こえる哲也さんですが、もともとはテレビ版の哲也さんなので、少々荒っぽいし戦闘のプロです。俺は戦闘のプロだぜ。外しはしない。ということでジェイサー J1 を撃墜。残りはアシュラだけです。このアシュラ男爵が乗るアシュラ P1 ですが、非常に高い攻撃力を持つものの、射程が4までしかないという弱点があります。なのでボス戦闘の基本、周りを囲んでプレイスメント補正をかけるをしつつ、射程5までみんな避難し、攻撃を仕掛けていきましょう。どうにも敵ターンはコウジ君狙いらしいので、他の機体はそれほど注意しすぎなくていいかな。ちなみにアシュラ P1 には本来他にも武装があり、アシュラニードル、ロケット連射、バストプードルという武装があります。どんな武装かは、名前から察してください。まあ射撃武装なので、これがあったら射程長くてちょっと面倒ではあったと思う。とりあえず敵ターンはしっかりとさばいたので、攻撃の準備をしていきましょう。まずは忘れないうちに分析をしよう。そしてアシュラは底力を持っているので、まずは最初に一撃でかいのをぶち込みましょう。ということでゲッター。いつもの魂ゲッタービームで、ゴリッと削りに行きます。しっかりと援護側の三つ葉も直感を使って攻撃。って思ったんですが、魔法の戒めの風を使っていなかったことを思い出したので、先にちゃんと使いましょう。パイロットのステータスが下がるので、防御が下がることでダメージが上がります。まあ命中と違って本当にビビたるレベルではあると思いますけどね。アシュラ、なかなか出てきたのが運の尽きだったな。こいつで蹴りをつけてやる。ゲッタービーム。遊んでやれば調子に乗りよって。アシュラ P1 と力比べをするつもりか。この攻撃からは逃げられんぞ。死ねい。動きが少し重いが、遊軍機を援護します。重粒子衝撃砲攻撃用意。了解。重粒子衝撃砲攻撃用意。目標インレンジ。1番2番撃ち方始め。アシュラ P1 の動きが鈍い。よし、一気に削れましたね。ガードなども発動していますが、レベルが1なのが救いかな。しかしさっき脱力使ったはずなのに、気がついたら気力148なんですけど。気力プラスディフェンスの恐ろしいところ。ということでしっかりとコウジ君を退避させて安全を確保した上で、アシュラに攻撃を仕掛けていきます。ちなみにこのアシュラですが、男性側の声が本編から変更されています。理由は、まあ察してくれ。誰がやってたのかを調べたらすぐわかると思います。まあ仕方ないし妥当。さてグレートマジンガーのエネルギーがなかったので、攻撃したかったけどちょっと無理そうですね。ここは一旦グリッドマンをどかして、そこにパープル2を置いて隣につけましょうか。次ターンで補給する。そしてなんか魔人の一種か、とかいきなり言われました。
ゆうたにしてみたらこっちには記憶すらないのにお前何言ってんだ感すごい。でも実はこれ、記憶喪失のやつのことを知ってる数少ないパターンなんですよね。貴様たちが蘇った理由など知ったことか。距離があるからといって直撃させる。遊んでやれば調子に乗りよって反撃不能だと。抜かったわ。相乗りさせてもらうぜ。必殺のコンビネーションだ。もう逃げられねえぞ。落ちやがれ。このような傷で昼のアシュラではないわ。まあアムロの全盛期が一年戦争なのは間違いないけども、ニュータイプとしての全盛期が一年戦争。パイロットとしての全盛期が逆シャー。そしてゼータ時代は後ろにも目をつけろ、とかヤバいことを言う人。そしてこちらも魔人らしいです。この部隊多すぎか？なおレイアースはマシンです。なんかかつてないほどみんな戦闘すると会話が出るな。やっぱりアシュラ男爵って10年前の有名人みたいなところあるし。石の有無はさすがに大きいんじゃないでしょうか。まあでも機械銃って一応電子頭脳とか搭載されてたりで、自分の判断で行動したりするしな。ということで残り HP6547。反撃不能状態で殴れるから割と楽に削れました。ここからは誰で落とすかみたいな話になってきますね。いつもの感覚だと工事か鉄や、マニュアル EXP を持ってる人って意味では J デッカーってところでしょうか。工事はなんだかんだちょくちょく敵を落としていたおかげである程度レベルが上がっているので、今回は見送り、J デッカーもまた後でいいかな。ということで今回は鉄屋さんで落とす方向で進めます。ついでに色々戦闘して会話を見ておこう。ご自慢のパワーがこっちに通用すると思うなよ。ブレッドファイヤー。カブトシュウ、このまま成長すれば恐るべき戦士となるか。スーパーロボットの名にたる力があるか確かめてやろう。この攻撃からは逃げられんぞ。抵抗しても無駄だ。必殺アシュラプレス。損傷警備。当然任務は続行だ。もう昔みたいに守られる側じゃないんだなシロウ。ということで最後は鉄屋さんで、あれ？直感使う SP ない。そしてサポーターは1ターンに1回までなので、さっきシロウに使ったから使えない。つまりですねはい。もう1ターン待ちましょうか。結局こうなるのであった。そっか。アシュラはコンバトラーは知らないんだもんな。コンバトラーがキャンベル星人と戦ったのはヘル事変の後なので、その時点で死亡していたアシュラ男爵はまあもちろん知らない。コンバトラー V を知らないアシュラ男爵っていう構図なんかすごい新鮮。さて HP もだいぶ削れたので、最後に一応他に倒すやつがいないか確認。レベルが低いのは龍馬あたりでしたが、無残にも必中が使えなかったので、おとなしくターンを送りましょうか。
ということで直感を使うには結局まだもうちょっと足りないため、ここはサポーターのメイビー主任を使って必中をしよう。しっかりと分析を使った上でダメージ確認。まだ落とせないみたいです。適当にグリッドマンあたりでグリッドビームを打って削っておきます。よし、これで OK。あとは応援などですが、普通に精神ポイント足りなくて使えないので、そのまま行きます。忘れちゃいけませんが、哲也さんもアシュラとは戦っていません。勝つのはこの俺だ。こいつで落ちろ。必殺パワーサンダーブレイク。なぜだ、なぜ勝てんのだ。ということでアシュラ男爵を撃墜。マジンガー系の敵は本当に硬くはないんだけど攻撃力高すぎて怖い奴らです。ということで色々言って帰っていきました。なんか大事なこと言いまくった気がしますが、まあ何が言いたいんだ状態です。結局いつも通り日本です。そういえばジャパニウム鉱石なんていうものありましたね。超合金 Z はジャパニウム鉱石から生成される特殊合金です。お互いいい意味で変わったし、いい意味で変わらないの素敵かよ。まあカイドウは変わったよ本当に。いや十分じゃないんで早くマジンガー Z 持ってきてください。その修理装置シロウに明け渡してくれ。戦闘のプロ。巷で呼ばれてるのかよその名前。まあ設定的にはかなり重いこと言ってるんだよな戦闘のプロ。どうしても俺は戦闘のプロだぜ。外しはしないからの当たる気配ない命中率のせいでな。まあ今純さんと結ばれてしっかり幸せになってますしね。哲也さんに変わってませんねって言ってたけど、哲也さんも十分変わったと思うんだよな本当に。ということでクリアです。なんかブライトが落としまくってたみたいで。気がついたら撃墜数30でトップになってますよこの艦長。撃墜数トップ3のうち2人が戦艦艦長なあたりが色々察しです。ということで今回はここまで。本年も動画投稿などなど色々やりたいことが多いので、投稿ペースがどうなるかはわかりませんが、ゆるりとやっていきますのでよろしくお願いします。チャンネル登録や動画の高評価、Twitter のフォローなんかしていただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。ミケーネ帝国との戦いから早い9年。改めて時が経ったのを実感するぜ。ここに来るまで色々なことがあったな。哲也さんはすごいよな。もうすぐお父さんになるなんてさ。
俺も年を取ったもんだな。でも哲也さんは昔から老け顔だったから、あんまり顔は変わってないね。こいつ言うようになったもんだ。